皆さん、こんにちは。ペンギンジャパニーズです。今、日本は1月です。日本の1月は1年でもすごく寒くなります。今日もとっても寒いので、夜に食べる食事、夕ご飯、夕食とも言います。その夕食を温かいものにしようと思います。なので、これから買い物をしにスーパーへ行こうと思います。はい、スーパーに来ました。外が寒いので、今日は温かいものを作ります。風が冷たくて顔に当たると少し痛いです。今日は寒いので豚汁を作ろうと思います。皆さん、豚汁って知ってますか？豚汁とは日本のお味噌汁の中に豚肉や野菜がたくさん入っています。私はこれが大好きでよく作ります。たくさん買い物をするときは重たくなるのでカートを使います。中に入ると野菜のコーナーが見えます。色がきれいで売り場が明るいです。今日は一人分なので量は多すぎないようにしようと思います。たくさん買うと後で使い切れなくなります。物を残さず最後まで使うことを使い切ると言います。冷蔵庫の中も思い出しながら選びます。まず、人参を見ます。袋に入ったものと1本ずつ売っているものがあります。今日は1本で十分です。手に取って少し重さを感じます。細すぎない方が包丁を入れやすそうです。表面もあまり乾いていません。この人参に決めてカゴに入れます。次は大根を見ます。大根は一本のものが多く、とても大きいです。葉っぱもそのままついていることが多いです。持ち上げるとずっしり重たいです。今日は一人分なので一本はいりません。半分に切ってある大根を探します。同じ半分でも太さや重さが少し違います。切りやすそうな太さのものを選びます。大根は白くて水分が多い野菜です。煮ると柔らかくなります。豚汁に入れると出汁とよく合います。次はごぼうを探します。ごぼうは野菜の中でも少し細くて長いです。土がついているのでよく洗って使います。長いごぼうが1本ずつ並んでいます。全部使うと多すぎるので今日は少ない量を選びます。短く切ってあるごぼうの袋を探します。これは簡単に料理が作れるのでとても便利です。このくらいの量なら今日で使い切れそうです。ごぼうもカゴに入れます。ここでクイズです。ごぼうを細く長く切る切り方を何というか知っていますか？ 1. ささ焼き 2. ささがき 3. さおだけ。答えは2のささがきです。ささがきとは回しながら切ります。包丁よりごぼうを動かします。ささがきにすると火が通りやすくなります。次はネギを探します。日本では2本や3本にまとめられたものが多く売っています。ネギは1本が長くて意外と量があります。今日は少しだけ使いたいです。残りのネギは後で別の料理に使います。白いところが
きれいなネギを選びます。葉の部分もしおれていません。新しそうです。これなら大丈夫そうです。ここまでで野菜はだいたい揃いました。次はお肉売り場に行きます。お肉のコーナーに来ました。豚肉でも切り方がいろいろあります。細切れや薄切りが並んでいます。細切れとはお肉を切った時に出る端っこのお肉のことです。こま肉とかこまとか縮めて言うこともあります。今日は豚汁なので使いやすい豚肉を探します。同じように見えても少しずつ違います。この中から量と値段を見て決めます。日本のスーパーではこのようにお肉の重さがグラムで書いてあります。次に1グラムの値段と重さに対しての値段が書かれています。値段が書かれているものを値札と言います。値札。ちょうどいいものを選びます。ここでまたクイズです。買うものを決めたとき、どちらの言い方が自然でしょうか？ 1、この豚肉をします。2、この豚肉にします。答えは2のこの豚肉にしますです。何々にしますは選択して決めるときに使います。もう一度カゴの中を見ます。野菜もお肉もちゃんと入っています。必要なものは揃いました。今日はこれで豚汁が作れます。次はレジに行きます。少し並んでいますが、すぐ進みそうです。自分の番になったら商品を出します。店員さんが値段をスキャンして隣のカゴに入れてくれます。今日はエコバッグを使います。日本では買い物をしたものを入れる袋のことをエコバッグと言います。外に出るとやっぱり寒いです。スーパーの賑やかさから急に静かになります。早く家に帰りたくなります。今日はスーパーに行って豚汁の材料を買いました。皆さんは寒い時に何を食べますか？今日も最後まで見てくださってありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。それでは、またね。